はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄太です。皆さん、この世にただ一つとして正確な世界地図は存在しないということを知っていましたか？これ実はガウスの脅威の定理というかなり難しい定理によって証明されてるんですけど、球面に映し出されたものを平面に完全に落とし込むということは不可能だと証明されてるんですね。例えば皆さんがよく目にするであろうメルカトル図法、これは Apple Maps など、いろんなところで本当に使われてるんですけど、そのメルカトル図法、まずなんでそんなに使われてるかっていうと、これ形だったり、あとは方角ですねっていうものが大体正確に表せると。それすごく分かりやすいんですね。ただこのメルカトル図法には大きな欠陥があって、面積が正確に表せないんですよ。例えばグリーンランドとアフリカ大陸見てください。そのメルカトル図法上では大体同じ面積で表されていると思うんですが、実は実際の大きさは実に14倍も違うんです。このように球体の地球を平面の地図に完全に表すのは難しいんですけど、過去にはたくさんの数学者や天文学者や地理学者などがどうにかして平面の地図を描けないかと挑戦して、でいろんな図法が編み出されてきたんです。でその過程でとんでもない世界地図がたくさん生み出されてきたので、今回はそちらを紹介していきます。それでは早速見ていきましょう。まず一つ目がアメリカの建築士フラー氏によって1943年に発表されたダイマクション図法。その図法がこちら。いやいや展開図、これ奈良の中学入試にありそうですね。これちなみに地球を正二十面体とみなした時の展開図を本当にそのまま世界地図にしたみたいですよ。いや本当投げやりっすね。じゃあ続いてはフランスの天文学者カッシーニが1745年に発表したカッシーニ図法がこちら。いやいや南極にスポットライト当てすぎ。南極に思い入れでもあるんですかね。続いては正方形で描かれたグリンゴルテン図法。いや南極四つ咲き、今度は南極に恨みでもあるんですかね。はい、それではどんどんいきましょう。続いてはアメリカの地理学者ジョン・グッド氏が描いたイントラプテッド図法がこちら。いやこれ書いた人サメに食われながら書いたでしょ。ちなみにこれもともとメルカトル図法に対抗するための図法らしいんですけど、いやお前は大概だよ。それでは続きまして、複数の学者によって完成されたホティーン社メルカトル図法がこちら。いやいやこれ赤道どうなってんの、このグニャグニャ、絶対酔っ払いにかかってたでしょ。それでは最後に紹介するのはスティーブ・ウォーターマン氏によって1996年に発表されたオクタヒドラルバタフライ図法。もう名前からして怪しいですよね。その図法がこちら。いやもうこれふざけてるでしょ、ただの蝶々じゃんって思いきや、これ実は一部で最も正確な図法とも言われていて、そのデザイン性の高さからなんとグッズまで出てるみたいですね。恐るべしバタフライということで、今回いろんな変わった世界地図を紹介してきたんですけど、もうそれだけ球体の地球を平面の世界地図で表すということが難しいんですね。じゃあ結局何の世界地図が一番いいかというと、地球儀なんじゃないでしょうか。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。